皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？最近とても暖かくなってきましたね。日本ではもう普通にお昼は20度を超えたり、そんな感じで春が近づいてきているなって毎日感じてます。それに、やっぱり日本の春の醍醐味といえば桜ですね。桜も最近はもう咲き始めてるみたいです。私はね、まだ見てないんですけど、これから春になったらお花見とかしたいなって思ってます。でね、こういう風に季節の変わり目の時期、冬から春にかけて変わるタイミングに、やっぱり風邪をひきやすいんですね。体調を崩しやすい。で、私も実は今体調が良くなくて、声がね、ちょっと出しにくくて、聞こえにくい部分があると思うんですけど、今日も頑張ってたくさんお話しするので、ぜひね、最後まで楽しんでいっていただけると嬉しいです。で、今日のポッドキャストでお話しするのは、助数詞、日本語のものの数え方についてです。これは私が日本語教師として働いて、たくさんの人と日常会話のレッスン、フリートークレッスンをする中で、結構ね、間違えてしまいやすいポイントというか、難しいんだなって思うことがよくあるんですね。なので今日は生徒さんのためにも、そしていつもこうやって動画を見てくれてる皆さんのためにも、わかりやすくお話できたらいいなと思って、このポッドキャストを撮ることにしました。でね、最初に見せたいんですけど、たくさんのものを用意してきたんですね。例えば、ペットボトルとか、みかんとか、他にもバナナも用意してきたし、あとは、見て、ゆで卵。ゆで卵も今日の朝茹でました。なんでわざわざゆで卵を作ったかというと、もしね、これ、部屋の中で私が今落としたら大惨事になりますよね。もう私の部屋がね、大変なことになるので、今日はちゃんと朝からゆで卵を茹でて持ってきました。なのでね、皆さん、こんな感じで、たくさんのものを見せながら説明するので、よかったら楽しんでいっていただけたら嬉しいです。では、早速始めていきますね。まず最初に一番基本的な数え方からですね。よく使うのは一つとか一個とか、そういうの皆さん聞いたことあると思います。一つ、二つ、三つ、一個、二個、三個とか、こういうのですね。で、基本的にはこの通とこは両方使える。どっちでも大丈夫っていう風に思っていてくれて大丈夫です。で、どういう時にこの通とこを使うかというと、例えば卵とかみかんとか、他にも消しゴムとか、こういう風に片手に収まるくらい小さいものです。片手に収まるぐらい小さいもの。で、こうやって目に見えるものですね。こういうのは一つ、二つ、三つとか、一個、二個、三個、そういう風に数えることができます。例えば、このレシピでは卵二つ使うよとか、今日筆箱忘れちゃったんだけど、一つ消しゴム貸してくれないとか、一個消しゴム貸してくれないとか、みかん三つも食べちゃったとか、そんな風に、とにかく何でも使えます。こういう風に小さいものです。で、さっきね、両方使えるよって言ったんですけど、実は細かく言うと違いはあります。で、まず一つ目の違いは数えれる個数ですね。個は何百個でも、どれだけでも、いくらでも、無限に数えることができます。1個、2個、3個も大丈夫だし、100個、1000個、1万個、10万個とか、それくらい何個でも数えれるのが項です。でも気をつけてほしいのが通を使うときですね。通が使えるのは1から9っていう風に覚えてほしいです。ちゃんと言うとね、
10も大丈夫です。10っていう風に数えることはできるんですけど、私が今まで生きてきて、日常会話で10っていう数え方をしたことがないので、もうこれは正直覚えなくても大丈夫です。でも1から9は本当によく使うので、ぜひ覚えてほしいんですけど、ちょっとね、数え方が難しいんですね。数を使うときは、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つになります。これはね、ちょっと難しいんですけど、もう覚えるしかないので、ちょっとね、頑張って覚えてくれたら嬉しいです。で、項を使うときもちょっとだけ難しいんですけど、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個になります。なので、1、6、10ですね。この時は小さいつがつきます。1個、6個、10個、8個とかも言うかな。8の時も8個でも8個でもどっちでも大丈夫だと思います。私は個人的に8個って数えるんですけど、8個っていう人もいると思います。ごめんね。私ですら話してたらわからなくなってきました。でも、とにかくそんな感じで覚えてもらったら大丈夫です。で、他にももう一つだけ違いがあります。で、こうやってね、目に見えて小さいものは、通でもこうでも大丈夫なんですけど、通はもう一つ使い方があります。今私が言ったみたいに、もう一つとかですね。こういう目に見えないもの、今から言うこととか、例えば昨日の夜見た夢とか、明日の予定とか、そういうのって目に見えないけど、予定が3つあるとか数えれるものでもありますよね。でも、こういう時に、明日は予定が3個あるって言ったら、伝わるけど、なんかね、ちょっとだけ不自然に聞こえちゃう。明日は3つ予定があるの方が自然に聞こえるんですね。例えば他にも、今日やらないといけないこともう一つあるの忘れてたとか、そんな感じで頭の中にあることとか、アイデアとか、そういう目に見えないものも数えれるのが通です。こんな感じかな。これが通と項の使い方。で、次の助数詞、ものの数え方からは、皆さんにまず物を見せます。物を見せるので、それを見て、これってどうやって数えるんだろうっていうのを考えながら、一緒に楽しみながら勉強していってくれたら嬉しいです。じゃあまず見せますね。こういうバナナとか、なんかめっちゃ黒いけど気にしないで。で、他にも、スプーンとかフォークとかペンとか、こういうの、細長いですよね。こういうのを数えるとき、皆さん何を使うかわかりますか？これを使うのは本です。本。1本、2本、3本とか、そういう風に本を使って数えます。他にも例えば、これはね、私が今ハマってる編み物なんですけど、こういうのを数えるとき、もちろんね、こういう棒も1本、2本なんですけど、糸ですね。こういう糸も本を使って数えれます。細くて長いですよね。これも1本とか2本、3本とか、こんな感じで数えることもできます。でね、他にももう一つ面白い使い方があります。で、今、細長いものは本って数えるよって言ったんですけど、一つね、皆さんに知っておいてほしい、細長くないけど本って数えるものがあるんですね。これは映画です。映画。今日はね、私が大好きな映画を持ってきたんですけど、こういう映画も1本、2本、3本って数えるんですね。例えば、今日私は3本映画を見たとか、今月10本も映画見た、全部面白かったとか、そんな風に数えることができます。細長くないから知らなかった人もいると思うんですけど、映画も1本2本って数えるんだなっていうのを今日の動画で知っておいてもらえたら嬉しいです。で、これが本の使い方なんですけど、本の数え方は、ちょっと難しい。
本、本、ポンの3つがあります。でも、3の時だけボンです。3本。で、1、6、8、10の時ですね。この4つの時はポンになります。1本、6本、8本、10本です。で、他のものは全部本をつけるだけ。2本とか4本、5本とか、すごく簡単なので、1、3、6、8、10だけ気をつけてもらえたら大丈夫です。で、11より上の数を数えるときも同じです。11だったら後ろが1なので11本だし、20だったら後ろが10なので20本になります。こんな感じ。これが本の使い方です。じゃあ次いきますね。次はこういうコーヒーフィルターとか、紙とか、お皿とか、薄いものです。薄いもの。皆さん、何を使うかわかりますか？こういうもの。こういう薄いものは、枚を使います。枚です。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚ですね。数え方はめちゃくちゃ簡単です。普通に1、2、3の後に枚をつけるだけです。なので、これは大丈夫だと思うんですけど、こういう紙とか、フィルターとか、ファイルとか、その他にも服にも使えます。例えば私が今着てるカーディガン、めっちゃ薄いですよね。こんな感じ。見えるかな？こういう風に薄いカーディガンとか、あと薄い T シャツとか、そういうのを数えるときも1枚、2枚、3枚で数えます。例えば気づいたら10枚も同じような白いシャツがあったとか、今日は可愛いカーディガンを1枚買ったとか、そんな風に使うこともできます。他にも私が学生時代の時、ノートを忘れた人たちがね、よく今日ノート忘れちゃったから1枚紙くれないとか、そんな風に言う人がたくさんいましたね。私もね、忘れた時は1枚もらってもいいみたいな感じでよく聞いてました。これが枚の使い方です。じゃあ次いきますね。今紙を見せたと思うんですけど、次はこういうノートとか一つになってるものですね。こういう紙がたくさんあって一つになってるもの。他にも雑誌とか本もそうですね。小説とか。こういう紙がいっぱいあって一つになってるもの。これは何て数えるかわかりますかね？これは冊を使います。1冊、2冊、3冊みたいに数えます。で、これは数え方は1、8、10ですね。この3つを気をつけてほしいです。1冊、8冊、10冊になります。例えば今月は本を3冊読んだとか、昨日雑誌を2冊買ったとか、そんな風に使います。これが冊の使い方です。じゃあ次行きますね。次はちょっと見せるのが大変なんですけど、例えばプロジェクターとか、他にもドライヤーとか、こういうスピーカーとか、こういうとにかく大きくて電気を使いそうなもの、電化製品ですね。オーブントースターとか、こういうのを数えるときは台を使います。他にも車とかバイクとかですね。車1台とかバイク2台とか、そんな風に数えます。で、この数え方はめっちゃ簡単で、1、2、3とか数字の後ろに台をつけるだけです。私の家には車が3台ありますとか、バイクが2台ありますとか、でも1台しか使ってませんとか、こんな風に何でも使えますね。例えば新しいプロジェクターを1台買いましたとか、そんな感じで使ってみてください。じゃあ次はちょっと見せれるものではないので言葉で説明しますね。例えば私この動画の最初に最近暖かくなってきたって言いましたよね。で、暖かくなってきたら気温が上がりますね。寒くなったら気温は下がります。他にも私がインフルエンザになったら私の体温は上がりますね。で、他にも
さっき見せたゆで卵。卵を茹でるには、水がね、沸騰する、ブクブクする必要があるので、100度を超えないといけないですよね。こういうふうに気温とか水温とか体温とか、こういう温度を測るものです。これは度を使って数えます。度です。例えば最近はお昼20度を超えてますとか、ゆで卵を作るために温度を100度にしましたとか、あと、さっき言ったインフルエンザになって40度になりましたとか、そんな風に使うことができます。で、これもね、数え方は簡単で、1度、2度、3度みたいに数字の後に度をつけるだけです。こんな感じかな？はい。じゃあ次行きますね。次は最後のグループです。動物ですね。動物。まず私たち人間からお話ししますね。私たち人ですね。私たち人を数えるときは、一人、二人、三人とか、りとか人とか、2種類の読み方があるんですけど、とにかく人っていう漢字を使って、えー数えますね。これもね、ちょっと覚えるしかなくて、1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、10人です。なので、簡単ですね。3人よりあとはめっちゃ簡単。1人、2人だけちょっと変わるんだなっていうのを覚えてもらったら大丈夫です。で、11からは、りは使いません。11人、12人になります。なので本当に1人、2人だけです。これが人の数え方です。じゃあ次は人以外の動物の話をしますね。これはまず小さい動物です。小さい動物。犬とか猫とか、そういう可愛らしい感じの動物いますよね。他にも虫もそうですね。蚊とか。これはなんて数えるかわかりますかね？これは匹を使います。匹です。で、これもね、数え方がちょっと難しくて、1匹、6匹、8匹、10匹です。なので、また、1、6、8、10だけ気をつけてください。他はね、普通に2匹、3匹です。3の時は匹。なので、1、3、6、8、10を気をつけてください。他は大丈夫。例えば、私は犬を1匹飼ってますとか、私の友達は猫を3匹飼ってますとか、今日道端で1匹のカエルを見たとか、そんな風に使うことができます。で、今お話ししたのが小さい動物なんですけど、次は大きい動物についてお話しします。例えば、クマですね。今日本でめちゃくちゃ危ないクマとか、チーターとか、ライオンとか、ゾウとか、キリンとか、そういう大きい動物です。大きい動物を数えるときは、頭を使います。頭です。頭っていう漢字を使います。で、これも数え方は、1、8、10ですね。この3つを気をつけてください。1頭、8頭、10頭です。他は普通に2頭、3頭とか数字の後に頭をつけるだけです。じゃあ次ですね。次が最後です。最後は鳥ですね。鳥。羽がある動物です。例えば、鶏とかですね。鶏を数えるときは、和を使って数えます。1話、2話、3話、4話。数え方は簡単で、数字の後に和をつけるだけです。で、これにはちょっと一つだけ面白い話があって、うさぎの数え方ですね。うさぎって羽はないですよね。羽はないんですけど、1羽、2羽、3羽って数えるんです。鳥と同じように数えるんですね。で、なんでこうやって数えるのかは、はっきり分かってないみたいなんですけど、いろんな話があって、そのうちの一つは、うさぎの耳めっちゃ大きいから、それが昔の人は羽だと思って、輪を使って数えるようになった
とか、昔はウサギを鳥のグループとして食べてたとか、そんないろんな話があるみたいです。で、私もね、どの話から輪になったかははっきり知らないんですけど、皆さんにはぜひウサギは1羽2羽って数えるんだなって知っておいてもらえたら嬉しいです。でもね、最近の人は正直1匹2匹って数える人もいます。普通に日常会話とかだったら、うさぎ1匹とか言っても全然不自然じゃないし、私もね、正直言うことが多いので、そんなにね、絶対に覚えなきゃっていうものでもないので、やんわり知っておいてもらえたら嬉しいです。では皆さん、今日はこんな感じで、たくさんの数え方についてお話ししました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？物の数え方とか動物の数え方とか、今日お話しした以外にもたくさんの数え方があります。これもね、日本語の面白いことの一つなので、ぜひ気になる人はもっと調べてもらえたら嬉しいです。では皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。